はい、皆さん、こんにちは。モノルです。いや、皆さんね、モンハンハマってるでしょうか？私もね、めちゃくちゃハマってて、モンハンばっかやってるんですけど、実は今回ね、ちょっとモンハンじゃなくて、スト6の話をしたいと思います。はい、こちらのコントローラー、ホリ、ファイティングコマンダーオクタを使ってね、スト6やってる方かなり多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、こちらね、ちょっとね、私も気になってたところが1個だけあってですね、それは何かっていうとですね、FPS ゲームとかだと、ちゃんとね、ギュッと持って、ここからね、あんまり手を移動させることって少ないんですけど、スト6の場合っていうのはですね、特にボタンの連打するときにですね、普通に持ってて操作しながら連打するときだけ、ちょっとね、こういう感じで手を開いて押したりとかっていうね、することがあるんですよね。そういう時に、ファイティングコマンダーオクタってかなり表面がツルツルしていてですね、こう、こうね、ちょっとコントローラーが滑って動いてしまうっていう時が結構あったんですよね。で、それをね、なくしてくれるグリップテープっていうのがね、なんと発売されたんですよ。それをね、今回ご紹介していきたいと思います。はい。それがこちらの製品です。はい。NEXT GRIP ファイティングエディションということで、ポリ製品ならいろんなコントローラーに使えるってことなんですが、基本的にはこのホリファイティングコマンダーオクタ用に作られたグリップテープってことでね、もともと私このホリファイティングコマンダーオクタ使ってた時に、使い込んでね、プラチナ帯とか結構ずっとやってるとですね、グリップ感の低さっていうのがね、気になってたところちょうどね、お話いただいたんで、それはいいなっていうことでね、提供を受けることにしたんですけど、実際1週間ぐらい使ってみてね、かなり良かったです。このコントローラーの弱点一つ消えたなっていうんで、ますますね、格ゲーにはこれすごくいいなっていう気がしますね。かなりおすすめのグリップテープ使ってきたんで、ちょっとね、それをもっとね、詳しく紹介していきたいと思います。まずは、貼り付け作業の様子からちょっとね、見ていただきたいと思います。用意するのはこういうメガネ拭きみたいな、ホコリの出ない、拭き取るものですね。と、エタノールですね。無水エタノールがいいってことで、この2つだけね、ちょっと用意してですね、まず開封していきたいと思います。絶対に滑らない世界一の薄さってことで、いや、結構大きく出たなって思うんですよね。絶対に滑らないって本当かなっていう感じなんですが、裏面のこれをカット、よいしょ。こっちもカットして、私も結構ね、手汗かく方なんで、グリップとかを、デュアルセンスとかね、につけたりっていうのをしてるんですけど、これがね、どれぐらい、そういうね、のに比べていいのかっていうのはちょっと気になるところです。はい、出てきました。はい、こちらがまず1枚と、もう1枚かな。はい、もう1枚ありますね。で、これは何だろう。貼り付け方についてはこちらのページから動画をご確認くださいってことですね。貼り付ける場所ですねがここに分かりやすく書かれてますね。はい、左右それぞれに入ってる感じですかね。この辺を重点的に拭き取っていきたいと思います。あとね、見ながらやろう。よいしょ。この辺りと、この辺りですかね。はい、続いて、このね、透明フィルムっていうのを剥がしていきます。こっちが左側なんで、左側の方からね、剥がしていきたいと思います。で、まずこの左の前面ですね。ここに合わせて貼っていくのがいいみたいです。ちょっと貼ってみますね。ここにしっかり合うようになってるな。いい感じですね。こういうね、貼る系って結構私も苦手なんですけどまあうまく貼れてる気がします。ね、もうすでにすごい感じるんですけど、ものすごいグリップ力がある気がします。これはいいな。これは相当グリップしますね。もう段違いですね。まだね、表面しか貼ってないんで、ちょっと裏も貼ってみましょう。いや、結構うまいこと貼れたんじゃないですか？結構綺麗に貼れた気がします。継ぎ目とかもね、いい感じに。はいはい、貼れましたね。よしよし。これは素晴らしいです。はい。もうなんか、全然違いますね。これはいいな。じゃあちょっとね、右側も貼っていきます。はい、左右両方ね、貼り付けることができました。どうでしょう？なかなか綺麗に貼れたんじゃないかなと思います。
こういう作業苦手なね、私でも全然ね、簡単に貼ることができました。持ってみるともうこのグリップ感は相当高いですね。本当に吸い付くって感じですね。全く滑らないっていう風に。もうこれね、絶対に滑らないっていうね。本当かよって思ったんですけど、これは確かに滑らんですね。はい、それでね、もう少しね、詳しく貼り付けた様子っていうのを見ていただきたいんですが、こんな感じですね。まあ、めちゃくちゃ薄いんで、あんまりね、これで、まあ、もちろんね、つけてない時と比べて若干ね、こう、太さとかっていうのは、厚みっていうのがね、若干変わってるかなって感じはするんですけど、全くそういう感じはないです。で、まあ、グリップ感は言うまでもなくすごくいいですね。昔ね、なんていうのか、テニスラケットのかなり、グリップ感強めの、グリップテープみたいな感じですごくね、グリップ感強くていいです。私ね、もうね、手汗が結構すごくてですね、特に格ゲーとかやってると手汗かなり気になるんですけど、それでもね、全然グリップ感失われずに、むしろね、手汗かいたぐらいがちょうどもっと余計グリップするかなみたいな感じですごくこれ良くなったんで、それでね、手汗でこう滑ってしまうっていうのがなくなってね、こういう連打とかめちゃくちゃやりやすくなってね、すごく良かったです。これでね、あんまりこう、なんていうんですかね、頭のね、こう意識っていうのをちゃんと持つっていうね、ずれないように持つっていうところに咲かなくて良くなったので、まあ、格ゲーは特にですね、相手の行動に対してどこに意識を割くかっていうのが重要なゲームですから、そこのね、一つ、脳のリソースにね、1個分余裕ができたっていうところでね、これはね、パフォーマンスにも絶対影響が出るかなっていう風にね、私は感じました。はい、というわけでね、ホーリーファイティングコマンダーオクタを使ってですね、グリップテープ、巻いた状態でね、ランク回してきました。はい、で、ネクストグリップ V2 ファイティングエディションですけど、4点ほどね、いいところがあるかなと思います。1つ目はね、もうね、2万円超えるような高級コントローラーでもないグリップ感の高さっていうところですね。ホリファイティングコマンダーオクタって6000円前後のコントローラーなんですけど、もうね、全然ね、2万円超えるようなコントローラーにもね、勝つようなグリップ感が得られるようになっちゃいますよっていうところで、これはね、すごくいいと思います。で、2点目が滑らないっていうことで、さらにね、ゲーム自体に集中できてコンボミスが減るっていうところですね。やっぱり連打時っていうのはね、私もこう手をねこうパッと開いて、やったりするんですけど、そういう時のねホールド感っていうのが増してですね、ずれたりしてコンボをミスるっていうことがねかなり少なくなりました。そういったところですね。やっぱりグリップテープはねやっぱあった方がねパフォーマンスにはすごくいい影響があるかなって思います。ネクストグリップ V2 は薄いっていうねことで 0.6mm ってことなんですけど、実際の触り心地がねとても良くて、持ち心地がねすごくいいっていうのもね、いいところかなと思います。持つとねなんかピタッと張り付いてくるようなね、手に張り付いてくるような感じで、ほんの少しねクッション感があってね、プラスチックよりもちょっと柔らかくて、持ち心地が良くなるっていうね、ところもいい点だったなと思います。最後にね耐久性も高いっていう風に言われているみたいです。1週間のね使用では全く劣化なくてね、私結構こう指で、コントローラーをこすったりする癖があったりするんですけど、そういうのでもね全く擦れて切れたりとかね、削れたりっていうのがなくてね、すごくね1週間使用した限りではね、全然良さそうな感じでした。ファイティングコマンダーオクタ以外にもですね、ビクトリックスのプロ BFG とかね、ガンビットとかね、そのあたりのコントローラーもスト6で使ってるんですけど、全然ね、ファイティングコマンダーオクタでね、問題ないと思います。しかもこのグリップテープがあればですね、プロ BFG にもね、全然劣らないぐらいのね、操作性っていうかね、まず、勝ち負けっていう意味ではですね、全く遜色ないと思います。まだまだね下手くそなんであれなんですけど正直ね、どのコントローラー使っても勝率っていうところにはねあんまり影響がないので、あとは快適性とかね好みの問題になってくるのかなってところですね。なんかまだまだねドタバタ感があるっていうんですかね、自分でね改めて録画見返していると、ちょっとね、ぐちゃぐちゃになってる時っていうのが結構あって、まだまだねランクたくさん回してですね慣れていけばね、もうちょっとちゃんと戦っていけるようになるのかなっていう感じで、
ね、一通りね、知識っていうのをだいぶね、分かってきたので、あとはね、慣れていけば、もっとね、漏れていけるんじゃないかな、みたいに、楽観的に考えてたりするんですけど、そうですね、この辺は完全にシミが刺さってて、比較的ね、ずっとシミばっかやってたんですけど、割とグラップ入れてくれる人だったんでね、ここは刺さってたかなっていう感じですね。はい、で最後ですね、これで、どっちが勝つか決まるっていうね、3マッチ目になります。ね、中盤を枯れないかなと思ってこういうね低空キャノンやってみたりとかもしたんですが、それは刺さらなかったですけど、結構ねこうやっぱうまかったですよね。相手はなんか単調な攻めじゃないっていうかね、若干運任せなね、アシスト大パンでね削っていくっていうね、ちょっとあれな、攻めなんですけど、久々にねスト6やり込んでみてですね、本当に楽しかったです。私そもそもね格ゲー歴ほぼゼロでね、スト6もねやり始めた頃本当に自分格ゲー向いてないなって思ってて、全く勝てなくて、しかも分からないで殺されるんでねもうさっぱり面白さもわかんねえなみたいな感じがあったんですけど、セットプレイとですね、あとタクですね、投げ、打撃、傘ね、シミっていうね、3つのタクができるようになるとね、全くね、面白さ変わってきます。スト6を初めてやるよっていうね、方にはね、まず、ファイティングコマンダーオクタとグリップテープですね、とですね、を揃えてもらってですね、このセットプレイとタク回しっていうところを覚えていくっていうのがね、めちゃくちゃ、おすすめの始め方かなって私は思います。はい、というわけでね、今回はね、そんな感じでですね、NEXT GRIP ファイティングエディションということで、ホーリーファイティングコマンダーオクタにね、グリップをつけて使ってみたよっていうね、話でした。いつも通り概要欄の方に NEXT GRIP V2 ファイティングエディションの製品詳細を記載したね、モノルへのリンクを、掲載しておきますので、そちらから、ぜひチェックしてみてください。よろしければ、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。以上、モノルでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。